皆さんこんにちは、北野里奈です。前回の動画なんと40万回以上も見てもらえて本当にびっくりしています。コメントも2000件以上、本当にたくさんいただきました。時間がかかったけど全部読みましたよ正直に言いますね、動画を出す前は生意気だとか嫌なら国に帰れって言われるかなと思ってアップするボタンを押す時はもうかなりドキドキしてたんですよ。すっごく緊張してました。でも蓋を開けてみれば皆さんからの反応は私が想像していたものとはもう全然違いました。今日はいただいたコメントをいくつか紹介しながら私が正直に思っていることをお話しさせてください。もちろん日本人の皆さんからの今まで我慢していたっていう切実な声もたくさんありました。それについては後ほど触れますが、で私が今回一番驚いたのは私と同じ外国人からの賛同の声がものすごく多かったことです。まず嬉しかったのが私と同じように日本に住んでいる外国人の方からのコメントです。でそのコメントを見て、私だけじゃなかったんだ、もうみんな同じ気持ちなんだとすっごくホッとしました。いくつかのコメントをピックアップしたので読ませてください。じゃあまずはこちらです。来日16年目の外国人です。今まで日本のルールをしっかり守り16年間ビザを更新してきました。厚生年金も10年間以上払っております。日本の社会の一員になりたいという気持ちでこうやってきました。しかし全然そうじゃない人がこちらと同じく扱われるのは正直に嫌ですね。もっともっと厳格化になってほしいところです。このコメントすごく心に響きました。来日16年の大先輩です真面目にやってる人ほどルールの甘さやあと、マナーの違反にモヤモヤしてたんですよね。ルールを守らない人が、自分たちと同じように扱われるのは嫌だと、これは本当にその通りだと思います。こういうコメントを見ると、やっぱり国籍とか、関係なくちゃんとしたい人はみんな同じ気持ちなんだなと安心しました。英語でのコメントもありました。東京に住む方も全く同じ意見でした。コメントは英語なんですが、私は日本語に翻訳しました。で日本語で読みますね。東京に8年住んでる外国人として、ルールやマナー、礼儀を守る意思のない人たちに対する政府の強い規制や、日本に滞在している以上は国民の義務として納税すべきだという点について、あなたの見方に私も賛同します。さらに円安も一因となって無作法な外国人が低予算プラスマナーも低い状態で日本を訪れやすくなっていると思います。日本政府は長期滞在の外国人住民の多くがきちんと納税していることをすでに把握しています。政府はそれを理解した上で、この国をより安全でふさわしい場所にし、ルールを守る良識ある外国人が最終的に日本を去らずに住むよう守ろうとしているのだと思います。はい、こういうコメントでした。これ以外にもいろんな国の方から同じようなコメントがありました。日本に住んでる外国人だけではなくて、日本が好きで何度も旅行で来ている外国人の方からも、コメントがありました。このコメントをご覧ください。私はイタリア出身の外国人で仕事のために毎年3ヶ月ほど日本に滞在しています。パンデミックの期間を除けばもう14年間続けています。その上で、あなたの意見に全面的に賛同します。日本以外にも世界中を旅していますが、これほど親切に扱われ、歓迎され、安心して過ごせる国は他にありません。毎回日本に来るたびに自由時間には趣味で写真を撮りながらあちこちを回りますが、外国人がわざとルールを破ったり、地元の人に失礼な態度をとったり、騒がしくしたり、そしてエスカレーターで逆側に立っていたりするのをよく目にします。
これは半分冗談ですが、半分は本当です。イタリアンジョークですね。多くの外国人は日本のおもてなしを当たり前のものと考え、それを礼儀を忘れる言い訳にしてしまっています。もちろん全員がそうではありませんが、そういう人たちは非常に目立ちます。だからこそ、私もあなたと同じように外国人だからこそ日本にいる時に周囲で何が起きているかを敏感に感じ取っていて、より厳しいルールや政策を支持しています。多少不便になるかもしれませんが、それは良い理由のためですから問題ありません。素晴らしい動画でした。私の日本語があなたのように上手だったらと思います。いや、素敵な日本語ですね。他にもたくさんコメントがありました。同じく日本在住の外国人です。私も全く同感です。あとは私の職場の真面目なフィリピン人の方もアリオナさんと同じようなことを言ってました。Как иностранец полностью поддерживаю。外国人として全く賛同しますっていうコメントもいただいてます。もう本当にこういう内容のコメントが外国人からたくさんいただきました。みんなこの日本が好きで敬意を持っているからこそそれを壊したくないんですよね。はい、そして日本人の皆さんからのコメント、本当にたくさんのありがとうやほっとしたっていう言葉をいただきました。ありがとうございます。で、その中で一番印象に残ったのがこちらです。日本在住の外国人の方にそうおっしゃっていただくと非常に助かります。ありがとうございます。この助かりますっていう言葉、これを見て皆さんが今までどれだけ気を使いながら言いたいことを我慢していたのかが伝わってきました。私の言葉が少しでも皆さんに役に立てたら本当に嬉しいです。あとこちらのコメントも、外国人や日本人を問わずに正直者、誠実な人、ルールを守って働く人、そんな人たちを守る社会でいってほしい。これこそがみんなの願いですよね。国籍なんて関係ないんです。正直者がバカを見ない社会、それを守るの厳格化なら誰も反対しないはずです。そして実際に現場でそれを実践されている方からこんな頼もしいコメントもありました。アリオナさんありがとう。自分が働いている会社では4年前から日本人より外国人労働者の方が増え、すごく真面目になり税金も払ってます。最初は仕事や社会的ルールを守らず苦労したけど、口うるさく教育し、社長などにも外国人の扱いについて訴え続けました。外国人一人の悪い行動で他の子まで同じ目で見られてみんなが困る。特に外国人の子が困ると言い続け、最初は関係ないでしょう、差別だとか言われたけど、それでもダメだと言い続けて今は変わりました。だから逆に一部の外国人が迷惑行動をすると嫌がる立場に変化しています。アリオナさんみたいな外国の人が発信してくれると説得力があるのでありがとうございます。ありがとうございます。これこそが本当の共生であり優しさだと思います。日本人外国人関係なくダメなことはダメって教える。最初はちょっと厳しく感じるかもしれないんだけれども、結果的にそこで働く外国人スタッフたちの意識も変わって、彼ら自身がルールを守らない人を嫌がるようになったんですね。これは生活をするうちにルールを守ることが結局は自分たちを守ることになるんだって現場で証明してくれている素晴らしいお話だと思いました。ありがとうございます。もちろん全部ポジティブなコメントではありません。中にはこういう厳しい意見もありました。とりあえず全員出ててくれ。そもそも日本の良いところを発信する必要は全くない。むしろ迷惑だ。このようなコメントも結構多かったです。正直、ショックではあるのですが、でも、そう言いたくなる気持ちも理解できます。それぐらい今の状況にストレスを感じている方が多いということだと思います。
私たち外国人はこのような声があることを自覚する必要があると思います。ただその中でこういうコメントもいただきました。外国人好きだったのに最近は嫌悪感が。でもアリオナさんのお話を聞いて好きだった頃のことを思い出しました。ありがとう。これを読んですごく嬉しかったです。外国人だから嫌っていうわけではなくて、ただ日本らしい生活や美しさを守りたい人が多いのだなとそう感じました。好きだった頃を思い出したって言ってもらえて、動画を撮ってよかったと思いました。あとはアリオナさんの動画で日本のルールをアナウンスしてはっていう提案もいただきました。ありがとうございます。そうですね、私の動画を見て日本に来る外国人が少しでもマナーをしてくれたら、それは私にとっても嬉しいことです。この動画もそうですが、私のチャンネルはいろいろな言語の字幕で見れるように設定しています。外国の方も見てくれてるのですね。今後動画の中で、ここはこういうルールだよとか、なんか自然的に伝えていければと思います。はい、ご提案ありがとうございます。最後に今回の動画で初めて私のことを知ってくれた方も多いと思います。皆さんありがとうございますで、私のチャンネルは基本的には私が大好きな日本をのんびり動画にしているチャンネルです。政治的な難しい話をしたいわけではありません。ただ私が大好きなこの日本の雰囲気や温かい文化をこれからも大切にしていきたい。その気持ちは旅動画でもこういうお話動画でも変わりません。なのでこれからも私の視点で日本の素敵なところをたくさんシェアしていければと思ってます。はい、というわけで次回からは通常運転に戻りますよこの間仕事を兼ねて名古屋に行く機会があったので、今はその動画を編集中です。私は一人で編集やってるのでたくさん動画は出せませんが、コツコツやっていきます。これからもよろしくお願いいたします。そして皆さんたくさんコメント本当にありがとうございました。それではまたね。パカパカ。